はい、こんにちは、メイドです。本日はアジサイを撮っていきたいと思います。はい、それではここのアジサイを撮っていきたいと思います。アジサイの後ろに手すりがあるんですけれども、広角レンズで撮ってあげることでここのラインが奥行き感を表現してくれますので、ここを背景にしてアジサイを左下のところに配置して、これが伸びていく感じ、それを表現して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値 5.6 に設定して、手前のアジサイの花びらにはしっかりピントを合わせつつ、背景はなだらかにボケていくような F 値に設定してみました。シャッタースピードは50分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。で 5.6、F 値 5.6 で撮るとちょっと全体的に明るかったので、露出をマイナス 0.3 に少しだけ暗くして撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置はアジサイのお花の一番左下の方、そこにピントを合わせて撮っています。F 値は 5.6 に設定したことで、アジサイの花びら全体にはピントが合いまして、そこから後ろはなだらかにボケていってますので、背景にある手すりとこのボケ感と合わさって画面の奥行き感をすごい表現できたんじゃないかなと思います。でアジサイ以外は余計なものをあまり入れない状態で、色もアジサイは青なんですけども、他は緑とか茶色で画面が占められてますので、左下にあるアジサイの方に目線が行くようになってるんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここに3つ咲いているアジサイがありましたので、ここを撮っていきたいと思います。でこの上の部分にちょっと大きいアジサイがあるので、これを前ボケに使ったりして撮ろうかなと思ったんですけれども、もうシンプルにこの3つが綺麗なので、もうこれはのけてハイアングルから撮っていきたいと思います。横コースで撮ると画面中央に見せたいものが固まってまして、横のこの空白の部分がもったいないかなと思ったので、縦コースを使ってこの撮りたいところだけを切り取って撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。ここは F 値 4.5 に設定して、ど真ん中のアジサイにピントを合わせることで両端がちょっとだけボケてくれるかなと思いまして、そうすることで奥行き感が生まれるんじゃないかなと思ったので F 値は 4.5 に設定しました。シャッタースピードは60分の1秒出てますので ISO感度100で OK です。ここはちょっと暗い感じを表現したかったので、露出値はマイナス 1.3 に下げて撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置はど真ん中のアジサイにピント合わせて撮っています。F 値は 4.5 に設定して撮りましたので、ど真ん中のアジサイの花びらはしっかりピントが合いまして、両端のアジサイはちょっとだけボケてくれているんじゃないかなと思います。そうすることでちょっとのっぺりしそうな写真でも前後感というか奥感を表現できたかと思います。露出値は極端にマイナス 1.3 まで下げて撮りましたので、背景は結構暗めに撮れまして、で撮る瞬間はアジサイの花びらの部分に太陽の光がちょっと落ちてくれましたので、アジサイは明るく背景は暗くで明暗さを作れて、そこも見せたいアジサイを強調する役割になってくれたかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。白いアジサイがありまして、ここ山の中なんですけども、ここに木漏れ日が落ちてて、でアジサイにも光が当たってて、ここが綺麗だったので切り取って撮っていきたいと思います。あんまりいろんな構図使える場所じゃないので、シンプルに、ここの木漏れ日を入れて、で白いアジサイをこっちに配置してシンプルに構えて撮っていきます。
で、上から撮るよりはちょっとアジサイとこう目線を合わせるような感じの角度から撮ると、いい感じになるんじゃないかなと思います。で、今日はですね変光フィルターを持ってるんでピカピカ反射しているのは消せるんですけれども、ここは逆にこう消してしまうと写真がのっぺりするかなと思ったので、変光フィルターの機能は使わずに葉っぱがこう白く反射しているところとか、そういうのはもうあえて表現として使って撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。F 値は 7.1 に設定して画面全体にピントが合う F 値で撮っていきます。で、シャッタースピードは15分の1秒と遅いんですけれども、焦点距離も結構短めで撮っていくので、一応ギリギリ手ブレしないので ISO の100で撮っていきます。で、ここも明るいところと暗いところの明暗差をはっきりさせたかったので、露出値はマイナス 1.3 に設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は右のアジサイの葉っぱのところにピントを合わせて撮っています。で、これは変光フィルターを使ってない状態なんですけれども、変光フィルターを使って撮るとこういった感じの写真になりまして、緑色とか白色がはっきり出て綺麗なんですけれども、光の強さっていうのがだいぶ弱まってしまっているのがわかるかと思います。で、こっちの変光フィルターを使ってない写真になると光の反射がきつくなってますので、明暗差も強く出てますし、ここの場面では木漏れ日を主に表現したかったので、こういう時は変光フィルターを使わずに、反射をさせた状態で撮ってあげると狙った写真になるかと思います。で、写真はいろいろ構図を狙える場所ではなかったので、シンプルに木漏れ日を左下の方に、でメインのアジサイを右上の方に配置しまして、でこの光の反射、そこをメインに表現して撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。下の方に青いアジサイがありまして、でアジサイの地面のところに青い花びらが落ちていますので、ここの撮っていきたいと思います。できればこの上のアングルからアジサイがあって、でそこに落ちている花びら、それを撮っていきたいんですけれども、地面のところとアジサイのところが距離が結構離れてまして、今 50mm のレンズ使ってるんですけれども、 F 値を上げてもアジサイにピント合わすと花びらがボケて見えにくくなって、花びらにピント合わすとアジサイがちょっと青の塊になってしまいますので、ハイアングルからはちょっと諦めまして、大体こうアジサイと同じ目線のところ、こんな感じのアングルから撮って、で見せたいのはこのアジサイと、花びら、こう地面の感じを見せたいので、もうぐっと近寄って撮りたいところだけを撮っていきます。でこっちの方も入るんですけども、多分この動画でもわかると思うんですけど、こっちの方が明るくてここだけ暗くなってますので入るんですけど、黒くしまってそんなに邪魔しないかなと思うので、この角度から撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値4に下げまして、アジサイ以外の部分はちょっとボケさせて撮っていきたいと思います。シャッタースピードは320分の1秒出てますので ISO の100で OK です。で暗いところをより暗くしていきたいので、露出値はマイナス 1.7 に下げて撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は右上の青いアジサイにピント合わせて撮っています。F 値4に下げたことで手前のアジサイとか葉っぱの部分はピントが合っているんですけれども、背景の方はこう緩やかにボケてくれていますので、この地面の中のこう雰囲気、ちょっとミクロな世界というか、そういう雰囲気と奥行き感を出してくれているんじゃないかなと思います。で画面の左の方は、いらないスペースなんですけれども、手前の草とアジサイに比べると暗くなってましたので、そっち側を暗くしまってくれたことで明るいアジサイとかが余計目立つ、そっちに目線が行くような写真になったかと思います。
で撮りたかったのはこの青いアジサイと下に落ちた花びら、そういうとこを撮りたかったので、アジサイも無理に全体入れるんじゃなくて、もう画面から切れてもいいので、上にアジサイがあって下に花びらが落ちている、そういうのを表現した写真になっています。はい、本日はアジサイのお花を撮りに来ておりました。今は結構晴れてるんですけれども、来た時は曇り空でしたので、曇り空のアジサイと光が当たっているアジサイと、両方撮れてよかったかなと思います。でこれからアジサイであったりとか、あとハスのお花とか撮りに行かれる方は、気温がだいぶ上がってきまして、僕も今ちょっと汗だくなんですけれども、熱中症には気をつけて撮りに行ってみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let